こんにちは、日本語クラスです。お元気ですか？今日もポッドキャストとしてお話しします。はい、ですからラジオのように聞いてください。時々写真を皆さんにお見せしますので、その時はちょっとスマホとかパソコンとかそのスクリーンを見てください。はい、私がこれちょっと見てくださいってあの言うようにします。忘れないようにします。はい、じゃあ早速話を始めます。はい、あの皆さんね、この今写真を今最初ですからね見てくださってますね。はい、こんななんか変な写真で始まってね何の話すんですかってきっと思ってると思うんですが、はい、ちょっとすぐ入らないで先に皆さんにちょっとね一緒に考えたいっていうかちょっと聞きたいのが、皆さん誰でもねこうストレスってあるじゃないですか。なんでしょう、ストレスもそうだし、生活してて誰かに嫌なこと言われたとか、なんか自分がやろうと思ったことをみんなに反対された、できないよとか無理だよ、誰もそんなのうまくいってないでしょとか、もう今からじゃ遅いよとか、あなたには無理だとか、言われたことあると思うし、えねえ、誰でもあると思います。はい。でそういうストレスまたは生活で、例えば皆さんだと、例えば日本に住んでいて、自分が外国の人として日本に住んでいる。で、やっぱり生活してると嫌なことありますよね。周りが日本人だったりすると、日本人の考え方と自分の考え方が合わなかったりして、でも相手は日本にいる日本人だから、いやあなたが変です、外国人だからダメですって言われることも多いと思うんですね。あの、言葉が上手に話せれば相手に説明もできる。私はこういう考えでこういうことしたとかね、相手に説明できるんだけど、もしあんまりできない場合だと特に言えないですよね、相手の日本人にね。だし、言っても分かってもらえないことも多いと思うんですね。何外国人のくせにってね、すごい失礼な言い方だけど実際はそういうふうに言う人は多いと思います。うん、でそういうストレス感じますよね、きっとね。ちょっとでも、たくさんじゃないかもしれないけど時々かもしれないけど、そういう時にぜひ自分の心の中で自分に言ってほしい言葉があるんですね。はい、魔法の言葉と今日は呼ぼうと思います。その魔法の言い方、魔法のフレーズマジックフレーズってね、やつですね。それをぜひ自分に言ってあげてほしいし、思い出してほしいんです、それをね。でそれを言っている人、考えた人が今日この写真にいる人です。この写真だとこの人ですね。もうなんかもう何してんのってね、もうパンツしか履いてないでね、帽子もかぶってるけどね、そうなんですよ、この人です。で、これはまた別のイベントの時ですね。これショッピングモールみたいですけど、お客さんいっぱいですよね。この人が、言うこの魔法の言葉がですね、これです。失敗してもそんなの関係ねえです。これもっと早く言うんですね、この人はね。失敗、なんとかなんとかって、失敗しても、でもそんなの関係ねえ。もうちょっと早いな。失敗しても、でもそんなの関係ねえ。で、何回も言うんです、この。そんなの関係ねえ。そんなの関係ねえ。そんなの関係ねえ。はい、おっぱっぴーって言うんですね。何ですか。はい、おっぱっぴーってね。なんだ、おっぱっぴーって。もうこれはもう本当にもう聞いた日本人も意味がわからないです。はい。やっぱりさすがコメディアンですからね。そう。で、本人におっぱっぴーって何ですかってこう聞くと、
オーシャンパシフィックピースの短くした言い方ですっていうらしいんです。オーシャンパシフィックピースオパッピーなんだそれって。まあ、ただのそれは冗談です。ジョークです。はい。でオーシャンパシフィックピースだと太平洋の海の平和っていう、海が平和になりますようにっていう意味なんだけど、もうめちゃくちゃですね。全然そんな意味どうでもいいですよね、もうね。そう。まあ、それが、この人の、もう、この人を有名にした、言葉です。この魔法の言葉です。でこれはなんで今日皆さんにもこれを思い出してねって私が話すかっていうと、あのさっき言った通りです。もうなんか嫌なことあってもこの人はですね、そういうスタイルなんですね。こうギャグのスタイル、ギャグって言わないか、なんて言えばいいですかね、まあ、お笑いコメディのスタイルが最初ちょっと音楽が流れて、でなんとか何々って自分で最初喋るんですね。で間違えたと言って、その後また音楽がかかって、あのいや失敗してもそんなの関係ねえって言って終わりなんです。そんなの関係ねえを3回言っておっぱっぴーって言って終わりなんですね。なんだそれってなんですけど、これがですね、すっごい人気になりました、日本で。はい。この人の名前は小島よしおと言います。小島よしおさんです。小島よしおさん。はい。この人実は一番最初に人気になったのが今から17年前なんですね。で、その時すごくないですか？ 17 年も前ですね。2007年でしたから。2007年で、その時はこの男の人は26歳だった。まだ若い、大学を卒業してからまだ全然時間経ってない、本当に若かったです。でこの「そんなの関係ねえ」と「はいおっぱっぴー」「はいおっぱっぴー」ですね。この意味のわからない言葉があまりに人気になりすぎて、その2007年もうすごかったです本当に。でその年毎年日本は流行の言葉、みんなが知っている言葉、人気になった言葉っていうのをこう選ぶんですね。毎年それを60個選ぶんですけど、その60個にもちろん選ばれたし、そんなの関係ねえのこっちの方は10位になった。60番の中でもさらに上の10番になったですね。まあ多分あんまりいい言葉じゃないから、そんなの関係ねえ、関係ねえは関係ないの意味ですよね。あのいい言葉じゃないから10位で終わったのかもしれないですが、実際すっごい本当に大人気でした。で、その時はインターネットもまだ日本は全然ないし使ってないし、皆さん使ってるけどスマホはないんですよね、まだね、2007年でね。でやっぱりみんなテレビを見ている時でした。今みたいにあんまりテレビ見ないじゃなくて、みんなその時はテレビを見ている時代だったので、この小島よしおはもう勝手によしおって呼びますけどこのよしおはですね、もうほんとテレビ出てました。でも毎回毎回音楽が流れてその音楽もちょっと変なんですけどちょっと気持ち悪い。ちょっとね、ドゥドゥドゥン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 ピヤーって出てくるんですね。ちょっと後で見てもらいますけどね。もうあの曲がかかると、よしおが来るってどこから来るんだろうみたいな。もうそんな感じで、わーすごかったです。よしおを見ない日はないぐらい、朝のニュースにも出てきてたし、夜の番組はもちろん出てるしっていう、いつ寝てるんですかっていう感じでした。うん。なのですっごい人気で、だったんですが、よしおはですね、もうこのギャグしかない、このスタイルしかないんですよ。他にないんですよ。他の面白い言葉とかがないんですね。
だからこういう1個しか持ってない人のことを1つしかないから1つだけで人気になってその後消える、その後全然他に新しい面白いことを言えないから消えてしまう、テレビの世界から消えてしまうのを一発屋っていうんですね。一発2発3発4発の、1です。1に発生する、発展するの発ですね。で矢はパン屋さんの矢、パン屋とか本屋の矢、一発屋、一発屋ってやっぱり言われて、残念ですが本当に一発屋で、もう2007年はもうすごかったけど、もうだんだんその後から出なくなりました。テレビに消えた。はい。で私もその時そう思ってました。いやどうせ吉尾は一発屋だと。でもかなりすごい一発を世の中に、世間に、日本社会に出したなと、すごいなって思ってましたけどでもただ本当その時は本当バカだなって思ってました。なんだこいつはと、もうそんなの関係ねえだけどなって。ただ子供がすごいその時も、その時子供小学生とか中学生もでしたね。すっごくこの人を真似をしていて、親が何か子供に何々しなさいと言っても子供がはあ分かった分かったやるじゃなくて、さあお母さんはいでもそんなの関係ねえって言ってお母さんの言うことを聞かないっていうのが本当に多くて、私もそれを見たことあります。お母さん困ってる。お母さん何か言ってもダメなんですね、子供がね。例えばお母さんがもう今日は宿題しなさいって言っても、でもそんなの関係ねえって言うからお母さんがいやいや関係あるって言って関係あるよ、そんなの関係ねえじゃないよ、しなさいって、そういうこと。この後でビデオを見てもらうんですが、この体の動きがあるんですね。それもまたすごく面白くて、それもやっぱ子供好きです、こういうの。で2007年の時は大人もすごいもうびっくりで、この人に対してなんて変な人だろうと。で面白いなって言って大人にもすごく人気があって子供にも人気があった。でもだんだんほんと1年くらいですかね、人気だったのは。その後どんどんテレビでなくなってしまってテレビから消えた。でいやでその後どうしてんのかなって思って時々テレビ出てたんですけど、あのでもやっぱり昔のよしおとは違うんですよね。あんなに人気があったよしおとはやっぱり違うなと思ってたんですが、ところがですね、あのつい先月ですね、1月ですね、この前の1月の末にあるテレビ番組によしおが出ていました。でその番組にちょっと出てたじゃなくて、その番組は30分の番組なんですね。全国放送です。日本でどこでも見れるすごい大きなネットワークのある大きいテレビ局です。でそれで30分間のテレビで、その番組は毎週放送しているんですが、毎週一人の人だけについてをこう説明する番組なんですね。でそれも説明っていうか、その人を、番組のスタッフの人が長い場合だと1年間とかまたは半年間とかずっとその人の生活をずっとカメラで撮って、その人はどういう人かっていうのをずっと調べてる。怖いですねちょっとねだから密着っていうんですけど、そういう密着番組っていうんですが、ずっとこの人はどういう仕事して実はどういうこと考えてるとか、そういうのも知ることができる番組です。番組の名前は情熱大陸って言います。情熱大陸、日本に住んでる人は見られます。日曜日ですね、今日曜日の夜11時からだったと思います。はい、やってますよ。で
その番組ってすごい歴史が長い、とってももう長くやっているすごく人気の番組で、あのすごい人しか出れないんですよ。例えば寿司を作るのがすっごい上手い人とか、日本で何々で有名になったどこかの社長とか、特別な人じゃないと出られない番組なんですね。でそれによしおが出ていると、私びっくりして、ってなんでよしおが出てるの、すごいと思って、だってよしお全然テレビ出てないけど最近、なんでと思って、でそれで私は知ったんですね、この最近のよしおについて。はい、よしおはすごいです。また人気になっています。びっくりしました。でもそれはテレビではない、テレビには出てないけど別のところでまたヒーローです。ヒーローになってる。それも特に子供の中で人気。はい、何かというとですね、よしおは今も変わらないです。そんなの関係ねえ、もうはいおっぱっぴーも言います。で、テレビには出ないんだけど、ショッピングモールとか、さっきの写真をお見せしたこのショッピングモール、今スライド変えました。ショッピングモールとかに行って、呼ばれてですね、ここではいおっぱっぴーをやる。そうするとこんなに人が来るんですね。これすごいですよ。で子供がすごい来てるのには理由があって、よしおはYouTube チャンネルで子供のためのチャンネルを作った。で勉強するための、チャンネルを作ったんですね。で実はこんな風にこうバカみたいなことやってますけど、よしお実はですね、とても頭がいい人なんですね。あの日本の大学ですごく難しい大学を卒業してます。はい、早稲田大学と言います。東京にある早稲田大学の、教育学部、教育エデュケーションです。教育なの、このこの服着てない男が教育。そうでもいいですよね。このなんか違いがギャップっていうんですけど、すごいいいですよね。意外ね、思ってたのと違う。で吉尾本当に実はすごい勉強ができます。ですので子供に教える、大学でもそういう教育学部、教える学部ですから、教えることに、興味がもう本当もともとあるんですね。で子供のためにそういう YouTube を作り始めて、どんどん人気になった。そうです。うん。でそれがきっかけでこういうショッピングモールとかで、イベントをやる、呼ばれるらしいですけど、来てくださいお願いしますって言われて、全国の、ショッピングモールとかに行ってこれをやってるらしいんですよ。ですごいですよ。数が1年間で150本だそうです。すごくないですか？ 150 本の人よ。2日に1本はやってますよね。うん、大体ね。でテレビに出ないけどね、今は YouTube を皆さん見ますから、で子供が知ってるんですね、よしおのこと。だからよしお、ここのステージで一人でおっぱっぴーをやりますが、最後はステージに子供を呼んであげるんですね。みんな来てって言ってやると、子供も一緒に「そんなの関係ねえ」って言って「そんなの関係ねえ」ってやるんですよ。可愛いんです、これが。で子供はあんまり意味は分かってないと思うんですけど、ただそのリズムが楽しいんでしょうね。うん、あのそういうこともあってすごい人気になる。でこれ見に来るとお母さんが一緒に見に来る。そうするとお母さんがなんか泣いてる場合があるらしいんですね。感動して。でそれってちょっと私は気持ちがわかるんですよ。その17年前にすっごい人気だった男の人が、その時は自分はねまだ若かったんですよ、多分そのお母さんもね。だけど17年経って
自分の子供がこのよしおと一緒に踊ってる、なんか不思議ですよね。なんかそう不思議だなって。で、よく皆さんが見に来た親たちが言うのは、よしおありがとう。よしおがこうやってくれると、来てこうやってみんなに「みんな元気?」とか「こんなの関係ねえ」とか言ってくれると、なんか元気になる、気持ちが明るくなるっていうお母さんお父さんがとても多いそうです。でそれはですね、私もこれは番組見てたんですけど、そのテレビ番組でこのよしおが出てるの見てて本当に思いました。私もなんかわからないけど、17年前に思った気持ちと今見た時の気持ちがちょっと変わりました、私。で、17年前はただもう若いお兄さんがね、バカみたいなことやってるな、よくあるよくあるこういうのって思ったんだけど、17年経ってよしおはだって今43歳ですよ。この今皆さん見ているこの写真は最近です。これ43の男です。体綺麗。体綺麗です本当にこの人。あのすごい運動してます。すごく綺麗です。筋肉が美しい。はい。あと毛も抜いたって言ってました。全身脱毛。毛をね、足の毛とか腕とか脇の下とか、あの女性のように全部エステで綺麗にしました、抜きましたって言ってましたよ。ね、なんでしょう、こうやっぱり続ける、諦めないでずっと続けたよしおの強さというか、悩みながら続けたよしおはすごいなっていうふうにやっぱりみんな思うんでしょうね。うん、やっぱりそこから勇気をもらう。はい。でやっぱり泣いちゃう、なんか面白いのに泣いてしまうっていう、すごい不思議ですよね。うん、で、すごくよしおが今やっていていいことが一つは、この YouTube とかオンラインを通して小学生の悩み、小学生がなんかやだな、学校行きたくないんですけどどうすればいいですかとか、どうしてZoom で授業できるのに学校に行かなければいけないんですか、行きたくないんですけどとか、そういう悩みによしおがオンラインで答えているそうです。でそれがまたすごく人気だそうです。やっぱりよしおさすが早稲田大学の教育学部卒業なだけあって、こう子どもの気持ちとかね考えるのが多分よくできるんだと思います。優しいんだと思います。うん、ちゃんとねいろいろうまく答えてるらしいです。はい。だからそういう意味でテレビには今全然出てないけど YouTube でもすごく人気だし、YouTube だけじゃなくて実際こうライブで会って見て、すごくみんなの心に残っている人なんだと思います。この今の写真見ても見に来た人たちすごいみんな笑ってますよね。笑顔ですよね。よしおは本当にこの一つのスタイルしかないんですよ。そんなの関係ねえしかないんですよ。はい、おっぱっぴーしか持ってないんです。他に面白いことが言えないんです、この人。本当そうなんです。よしお自身もそれは悩んでいて、他のことやってもみんな笑ってくれない。どうすればいいんだろうって悩んで、それが17年も続いてしまったわけですね。だからテレビね、もちろん出られないし、自分のことを自分は道に咲いてる雑草だって言ってました。雑草っていうのはあの名前がついていない葉葉っぱ、ただの葉っぱでも名前もほとんどないような、全然人が見ないような、または家と家の間にある暗いところに生えている全然綺麗じゃない花、もしかしたら花も咲かないかも。
だけど踏まれても人にちょっと抜かれてもまた生えてくる、すごい強い、そういう雑草って言います。雑の雑ね。草は草です。雑草。自分は雑草だと言って、言っているくらい、自分はなんとか諦めないで続けたいっていう気持ちで、そうですね、2007年からずっと頑張ってきたっていうことなんですよね。うん、だから私もこのよしおをほんと17年ぶりに久々にテレビで見て、その後いろいろ調べて、ああほんとすごい、また人気になってる、嬉しいなって思いました。はい。なんでしょう、一つしかね持ってないのにね、面白いことね、すごいですよね。そうだから最後に私このよしおに対して私が思うことです。勝手によしおとか言ってますけどね、本当にすごく努力した人です。すごい人です。ただ私のまるでお兄さんみたいなイメージで言いたいと思います。よしおってね。いや、よしお本当にすごいと思う。頑張っている人だと思います。だってこのスライド、これ最後のスライドです。見てください。これだけの人を、こんな海パンってパンツのことですね。海に履くパンツ、海って海って書きます。海パン。パンね。パンツのつ言わない。海パン。海パン一つ、あとは帽子。17年前は帽子はかぶってなかったんですよ、実は。最近だと思います。子供のためにかぶってるんだと思うんだけど、この海パンだけでこれだけの人を幸せな気持ちにさせる、笑わせる、元気にさせるっていうのは本当にすごいことだと思うし、なんだか元気になるんですね、見てるとね。そうなので、それはやっぱり人として素晴らしいなと思うし、これからもそういうふうに続けてほしいなって思うし、あのなんでしょう、私たちもね、私もまた元気もらいたいなって思うし、あのこれを見てくださってる、今 YouTube、 私のポッドキャスト聞いてくださってる皆さんも、この後よしおの、実際の動いてるところ、実際の部分を見ていただいてリンクで紹介しますので、皆さんもちょっと笑ってほしいし、あとは本当に最初に言った通り、皆さんがストレスを感じた時に心の中で、いやでもそんなの関係ねえって思ってほしいなって思いました。そしてあんまりこそんなの関係ねえっていうのは、相手にそれは違うよとか、あなたダメだよって言われても、あのなんでしょうね、自分が間違っていないって思うんだったら、それを信じ続けてほしいなって思います。そのよしおのようにですね、まさによしおのように、この人は本当17年ぐらいもうずっとそれに悩み続けた人ですので、長いでしょ、そんな17年もどうしようってね、生活するの大変ですよ。うんやっぱりこれだけ有名な人だと普通の会社に入るっていうこともできないと思うし、よしおだよって会社によしおがいるってなっちゃうから、やっぱりね、コメディアンとして生きていくっていうのが一番ぴったり合ってるでしょうから、家族にも迷惑がかからないと思うので、いろいろ悩むことが彼は多かったと思うんですが、そういうよしおもいますし、皆さんもこんなよしおから勇気と元気をもらって、みんなもなんか嫌なことあった時に元気になってほしいなって思います。はい。嫌なことね、外国に住んでたり、または会社でほとんど外国人ですとかだと、やっぱりいろんな問題あると思うので、ちょっと嫌だな、イラッとした気分悪いっていう時に、ぜひそんなの関係ねえってちょっとふと心に思い出してください。直接相手に言うと本当に喧嘩になってしまうので、それはダメだけど、はい。
じゃあ最後に皆さん、リンクを紹介しますね。このよしおのリンクを。一つは本当に17年前、約17年前の、よしおの若い時の、テレビ番組の YouTube です。それもでも2分くらいで終わります。それ見るともう十分、あ、なるほど、よしおはこういうスタイルで人気になったのかっていうのがよくわかると思います。はい。で、もう一つ見ていただきたいのが、もう一つは最近のビデオでライブ。でもそれも2分くらい。で、2分ないな、1分くらいだな。大勢の子供たちの前で「そんなの関係ねえ」をやります。そしてその子供たちがそれを見てすごいです。ぜひその声を聞いてください。子供本当によしおのこと好きですよ。びっくりしますよ。うん。なので、その2本ですね、ぜひこの後見てみてください。皆さんもきっと多分元気になるかな。そのよしおのスタイルが好きか嫌いかは本当人によって違うと思うんですね。そして私も絶対好きになってほしいっていうことでは全然なくて、ただそんなの関係ねえっていうこのなんか自分の考えをそのまま曲げない通すっていうようなそんな感じがすごくいいんじゃないかなって、自分の気持ちに嘘をつかないっていうのはいいかもしれないなって思って、すごくポジティブな言葉だと思って今回紹介したいなと思ってお話ししました。はい、ぜひぜひぜひこの後見てみてほしいです。はい。なのでじゃあその前にちょっとだけあと1分ぐらい私と時間ください。JLPT ね、勉強してる人多いと思います。長文とか短文、ごめんなさい、読解です。それも読解の勉強してる人、ぜひ私ビデオレッスンで教えてますので、ビデオレッスン見てほしいです。長文、長い文とか、もうちょっと短い中文、一番短い短文とか、N2 と N1 の全部説明してます。はい。これは本当大人気です。ぜひぜひ見てください。これ見てテスト合格しましたっていう方も本当毎年たくさんいらっしゃいます。ぜひ使ってほしいです。で、読解以外にもありますので、文法、語彙あります。はい、ぜひ使ってください。これ私のオンラインレッスンにありますので、下にリンクありますので、それ見てください。コメントのとこにリンク、あとはディスクリプションにリンクあります。はい。そして、私、Zoom のレッスンもやってます。一緒に話しながら勉強しませんか？ビジネス日本語、やってます。まずね、とっても楽しいです。難しいけど楽しい。はい。次の授業が2月の25日です。で、その時は面接の勉強をします。就職するための面接です。はい。就職の面接試験は結構難しいこと聞かれます。はい。アルバイトの面接とは全然違います。はい。アルバイトの面接は簡単です。はっきり言うと簡単。全然そんなに準備しなくても大丈夫です。はい。ですが、面接、就職になると、もう、あなたは何ができますかだけじゃなくて、これからどうしたいとか、あの、どうしてこの会社に入りたいとか、あなたの自己 PR してくださいとか、いろいろあります。そうですね。そうね、長いと本当20分とかぐらい話しますよ、面接ね。で、1回じゃテスト終わんないですしね、1回目の面接、2回目の面接、3回目の面接とかいろいろあります。はい。そういうの一緒に練習していきます。どういう質問されますから、こうやって答えるといいですよとか、そういうのを教えてますので、ぜひ、来てみてください。2月の25日です。それね。はい。そして3月の、授業は、また、ビジネス電話をやったり、また、ビジネス面接練習もします。3月もします。で、ビジネス電話もどんどん続いてますので、はい、ぜひ興味ある人来てみてください。そして会話の練習もしてます。これは、日本人の友達と話すための練習と、友達だけじゃなくて、です、ますを使った丁寧な話し方も勉強します。はい。
面白いですよ。そして、プライベートレッスンもあります。これは皆さんの時間のいい時に合わせてやります。はい。皆さん一人と私一人で勉強しましょう。JLPT のリーディング、読解勉強してもいいし、会話もいいし、EJU、日本留学試験でもいいし、はい。何でも教えますので、やりたいことを言ってください。N5 レベルから N1、N0 レベルまで、はい。どのレベルでも私教えますので、ぜひぜひ一緒に勉強しましょう。全部今のはオンラインレッスンの中に、詳しいことが書いてあります。まずそこを見てください。はい、申し込みもこのオンラインレッスンのリンクからできます。リンクは下のところ、ディスクリプションとコメントのところに書いてあります。お願いします。はい、そして私 Twitter やってます。このリンクも、下のところに書いておきます。はい、ぜひ、フォローしてください。よろしくお願いします。そしたら皆さんじゃあぜひこの後よしおのリンクを見てみてください。はい、2つあります。はい、2つ本当に見た方がよしおさんの良さがわかると思うので、はい、まず1番と2番と見てください。はいね、でぜひ皆さんのコメントお待ちしてます。はい、みんなが私のポッドキャストどう思ったかっていうのすごく私知りたいので、はい、ぜひぜひお願いします。お待ちしてます。はい。じゃあまたおしゃべりしますので、おしゃべりは話しますですね。よろしくお願いします。あと話してほしいこととかもしあったら、リクエストもしてください。よろしくお願いします。今日もありがとうございました。